研究方の教科書ページ120、回転がかけやすい用具とか卓球の用具にはマニュアルとオートマがあるということなんですけれども、はい、今回タイトルの方は、裏ソフトラバーの特徴についてご紹介したいなと。で、裏ソフトラバーの特徴なんですけれども、見た目はこうあれですよね、こうツルツルというか表面がテカテカしてるんですけれども、特徴といえば回転がかかる一番。そうですね。そのラバーに他に表ソフトとか粒高アンチとか、裏ソフトラバーの中でも粘着とかコントロールとかテンションとかいろいろありますけれども、もうラバーの中で一番回転がかかるラバー、かかるしかけやすいであろうっていうラバーですね。じゃあ逆にそれ聞くとなんかいいように聞こえたんですけど、悪いところは回転を一番受ける球。そうですね。受ける球？受けるラバー。受けるラバー。噛んだ。そうですね。回転がかけやすい、かかるからこそ相手の来たボール、回転がかかったボールに対して反応がすごい強いところですね。さっき本の中でもサブタイトルで、オートマとマニュアルがあるんじゃないかっていうことなんですけども、この車でいうとマニュアル性能が結構強いタイプのラバーということですね。自分で回転をかけなければいけないとか、相手のボールに対してしっかり合わせなければいけないというところが非常に多くあると。で、ただやはり世界のトッププレーヤー、日本のトッププレーヤー、県のトッププレーヤー、もうほとんどの人がこの裏ソフトラバーを使ってますよね。やはりドライブとかカットとかサーブを切るとかっていうところですごく汎用性が高い、いろいろな技術を自分が、生み出す、使いたい時に使える、作り出すことができる。その分卓球は、さっきも言いましたけれども、相手のボールを打ち返さなければいけない、相手のボールをうまく自分のボールにしてコントロールしなければいけない。ここのバランスが非常に難しいんですよね。なので裏ソフトラバーを使っている選手は大体、お上手な人が多いっていうのは一つあって、でもすごくメジャーなラバーなので誰でも使っているという側面があるということですね。私の動画は自分自身が経験、勉強、研究してきたこと、卓球上級者の表面上見えてこない感覚や視点を分かりやすく伝え、効率よく上達できるコンテンツをお届けします。裏ソフトラバーなんですけれども、やっぱり最初言ったみたいに回転がかけやすいラバーなので、こういうドライブですね。まずラバーによっていろいろ変わるんですけれども、こういうふうにちょっと前で打つのが得意だったり、後ろでかけるのがやりやすいラバーだったりっていうのはあります。その粘着とかテンションとか高弾性とかコントロールっていうのも裏ソフトラバーの中にはあるんで、その弾みとか飛距離とかによって、どこら辺でプレーしたらこうやりやすいっていうのはそのラバーによってありますね。後々見てもらうと分かるんですけど、この動画一発目に出しますから、このシリーズの、やっぱりこういうふうにドライブをしっかり引っ掛けて打つっていうのは他のラバーではちょっと難しい。基本的に裏ソフトラバー、回転をかける、技術全般には強いのかなと言えると思います。で、これは冒頭の説明でも言った通りですね。で、逆に卓球っていうのは相手のボールを打ち返す。まずはそのことを入れなきゃいけないんですけれども、この相手の回転に対してとか相手のボールに対しての処理っていうのが難しい部類のラバーになります。
いろんな回転出してもらったんですけれども、やっぱり球の回転に対するなんですね、理解、回転に対する結構ここら辺難しいところなんですけど、回転に対するまず理解ですよね。上回転、前進回転来たらボヨンっていくなとか、下回転来たら落ちるなとか、横回転来たらこの回転来たらこっち行くな、こっち行くなっていうまず理解で、その次に対応ですよね。よし、分かりましたと。じゃあどうやって取ればいいのかっていうところのしっかりとした対応。最終的にはこの理解対応した上で自分がやりたい技術をやるっていうところが結構大事になってくるんですね。そこまでいくと結構なレベルの高さになるんですけれども、やっぱり見ていただいても、まず相手のボールに対しての処理が結構難しいと。今サーブ出してもらってレシーブでやりましたけれども、それはやっぱり相手にドライブかけられても結構難しいです。こうやってすごく回転を、ラバーが回転がかかるがゆえに相手の回転も受けてしまうというわけで、一番自由が利く、自由度が高いラバーなんですけれども、その分自分の技量、テクニックっていうのも必要になるラバーです。裏ソフトの場合、こういう下回転に対するドライブとかっていうのもちょっとレベルが上がってきたら使うことあると思うんですけど、意外とやっぱり回転の影響を受けるから、自分でしっかり回転をかけないとこのボールに対してやっぱり負けちゃうってことがあります。ここら辺はその次の表ソフトとかツブアンチでやるんですけれども、やっぱり回転の影響があるがゆえに結構強い回転に対しての自分がどう技術を使っていくか、回転がかけれるんだけどどう使っていくっていうのは結構このハードルとしては正直高いラバーだなと思います。結構力入れますからね、これ。でトッププレーヤーとかになるとこれをドカーンって一直線に打ったりするんですけど、やっぱりああいうのはなんだかんだ、こっちの力だけじゃなくて足腰の力っていうのもすごく必要になるなっていうふうに感じます。だからこういうのはね、結構意外に難易度高いです。世界のトップ、日本のトップ、各カテゴリーの県のトップとか、ほとんど使ってますし、やっぱり割合がすごく多い。技術を磨けば磨くほど、能力が出るラバーなので、やっぱりそういった方も使ってますし、やっぱり一番メジャー、とりあえず卓球を始めるってなった時には、回転っていうところがすごく卓球では重要な要素になるので、やっぱりその回転っていうことに対して覚えたりするためにもやっぱり裏ソフトって結構必要だったりするので、そういった意味で本当に卓球プレーヤーのほとんどが裏ソフトをどちらか片方に貼ってると思います。今回一発目ですね、裏ソフトラバーについてのその特徴とか、こういうことができるよ、こういう難しい面があるよっていうところを紹介させていただいたんですけれども、なかなかこのラバーの性質についての紹介っていうのは結構なかったりするので、やっぱりコロナの関係で部活が始まる時期っていうところが、6月7月っていうところを聞きましたので、今回こういった動画を作らせていただきました。裏ソフトの場合はもうやっぱり初心者セットほとんどに貼られていると思いますし、すごくオーソドックスなラバーなので、それがゆえにすごく難しい面、卓球というスポーツをやるにおいて相手の球を返すっていうのが結構難しいラバーなので、今後出す、表ソフトとかツブ、アンチっていうラバーはまた違う性質を持ってますので、もしラバーを変えたいなってなった時にはそちらの動画も参考にしていただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。最初に話した通り、私は現在卓球上級者や優秀な指導者の感覚や視点を伝えるという普及活動を行っています。現役の T リーガーや日本リーガー、また名門校の監督さん、公立中学の部活だけで全国大会に連れて行く監督さん、経験を YouTube や DVD、書籍などで発信しています。また自分自身全国各地、北海道から九州まで講習会を行ったり、今までの卓球界にはほとんどなかった身体操法、体の使い方ですね。そういった部分の講習会を逆に私
自身が受ける、勉強しに行ったり、インターネット上、オンラインのコミュニティですね。そこで会員さんとやり取りをして、徐々に結果が出てきているのではないかなと感じています。私自身は卓球クラブを持ってとか、指導者として全国一位の選手を育てる、日本代表の選手を育てる、そういった活動は行ってはいませんが、私自身、大分県の佐伯市という田舎の出身で、自分が徐々にレベルがステップアップするにつれて、なんか違うなと。やっぱり、私の地元だと卓球を大学までやった人がいない、専門的に教えてくれる人がいない、そういった環境だったんですけれども、やっぱり自分自身がレベルアップしていく。その中で自分の経験から得たもの、周りの卓球上級者や優秀な指導者から話を聞くこと、そういった中で自分が最初の頃卓球をやってたことだったり習ってたことっていうのが、あれこれもしかしてちょっと上達にあんまり必要なかったんじゃないかな、そういったことが多くありました。そして現役を引退して今の仕事について各地講習会などでいろいろなところを回らせてもらってる中で、やっぱり以前の自分と同じようなことをやっている、一生懸命練習しているのに効果が出づらい練習を行っているなというふうに感じました。せっかく一生懸命練習しているのであれば、やはり効果が出る練習をしてほしい、なるべく勝ってほしい、そういった思いがありますので、こういった活動を続けさせてもらっています。今後ともご声援いただけると幸いです。